はい、ではゲージを編んでいきます。ゲージを数えていきたいと思います。はい、この場合1目はどこからスタートするかと言いますと、ここですね。目はこれが1目 V になってます。これが1、2、3というふうに数えていってください。パンチ9、ダイヤル4で今17目でしたね。はい、段数を数えるときはこの V になっているところの根元、ここを基準にしています。でここから1段、2段、3、4、5、6、7というふうに数えていきます。はい、製図の説明をします。今回前開きファスナーのカーディガンにしたいと思っています。後ろ身ごろは50センチになります。身幅で半分で計算していきたいと思いますので、背中心から25センチですね。でこれを10センチゲージ17目の10分の1で掛け合わせると43という数字が出ます。と後ろ身ごろは86目の作り目で30センチ分あります。じゃあ30センチは何段かと言いますと、これは10センチゲージ25段の10分の1をかけますね。30× の 2.5 は75になります。ただしこの段数は偶数で編んだ方が非常に編みやすいです。でそのために75ですけども76にしておきます。後ろ身ごろの袖ぐりの減らしをしていきたいと思います。後ろ身ごろの袖付け丈は21センチというふうにしましたので、21かけることの 2.5 は54段というふうにしました。袖ぐりの丸みの計算は21の3等分ですね。54を3で割りました数字は18段になりますので、18段の間で減らしていくということになります。じゃあ何目減らせばいいのかということになりますと、肩の幅は19センチで、これも 19× の 1.7 で計算しまして32目というふうにしました。そうすると、ここ半分でですね。で今ここからここまでは43目目数が半分はありますので、この減らしの目数は43引くの32で11目を18段の間で減らしていくということになります。それで本来はですね、このマス目は正方形になってますので、これは本来はあんまり正しくはないんですけれども、簡単にするためにこのマス目を利用しまして袖ぐりの減らしのやり方をご説明していきたいと思います。18段1マス1目1段というふうにして18マスありますね。でここからここまでも11マスありまして11目ということにします。それでここから2等分のところで線を引きまして、また2等分のところに線を引きまして丸みをだいたい出しますね。で最後にここで減らし目が完了するようにしたいと思います。それでこの丸みの外側にこの減らし目のギザギザが来るように減らしていくんですけども、もう一つここの段は必ず偶数段であること、それとこの丸みの内側にその減らし目の角が来ないようにしていくということですね。でそれを注意しながらやっていきたいと思います。まず2段上のところにですね、ここじゃないな、
2段上のところがちょうどここになりますので、ここ2目これですね、2段上のところで、ここで平らを持っていきたいのでですね、ちょうどこれから減らしをするというところには編まずにいきなり減らしをしていきたいと思ってますので、ここで2目ですね。で2段上がってまた2目で、また2段上がって2目、2段上がって、今度はちょっとここ2目いくとここの編み地をこうカットするような感じになりますから、ここ1目にしときます。必ず上がるときは偶数段ですね。次も4段にしとくの。4段にして1目で、最後も4段にして1目、2目2目1 1 1 1 1ですけども、ここは4段ごと4段ごとというふうになりますね。で確認をしてください。11目全部今数字を入れた数字の合計が2目2目2目6 7 8 9 10 11目が減ってます。で18段の間でっていうことですね。43。できたらこことここが残りが同じぐらいの寸法の間にかけた方がいいですね。43、43で編み地が落ち着くまであとですね。はい、右から本編みを始めたいので7段でやめてきました。で編み終わったところは洗濯ばさみでもいいんですけど、緩まないように引っ張っておいてください。編み始める時もちょっと引っ張って編み始めも引っ張って編み始め、よくこの辺でトラブルがありますので確認をしながら編んでください。でここが緩みますとこの辺にトラブルが起きることがありますので、はい、これですね、あんまり上に上げすぎるとキャリジが当たってしまいますので、2センチぐらいしてください。はい、脇丈30センチ分編みました。で後ろ身ごろの袖ぐりの減らしをしていきたいと思います。はい、ここで段数計をですね0段にしておいた方がやりやすいと思いますので0にしてください。はい、0段の時に糸端のある側ですねをまず減らします。2目減らします。端から2番目を端に持ってきて戻しますね。でここにある糸でこれを1目にしてしまいますね。
もう一回やりますけども、ここ2目減らせばいいので、次は端から2番目を端に持ってきて、ここにかけて1本にくぐらせる必要はないです。もうここで2目減ってますのでね、43だった目が41になってます。はい、今段数計1になってるんですけども、反対側左側の減らしですね。端から2番目を端に持ってきて、これで1目減りました。そしてもう1目減らしますけど、最後の1目の場合は2目がかかっている状態でも大丈夫ですということですね。でこれ2目かかってるとちょっと編みにくい時がありますので、針を出すと抵抗なく編めてきます。はい、段数計2段ですね。また2目減らします。で段数計は3になりました。はい、段数計4ですね。はい、段数計4で2、4、6目減っているという状態ですね。こちら。2、4、6段に行きましたら1目、もうこれから先は1目減らしていくところになっていきますので、いっぺんに右の減らしも左の減らしも同時に行っていただいて結構です。6段、8段、10段で減らし、その後14段で減らし、18段で減らして、減らし終わったら半分の目数が32であることを確認して編み進んでいきます。今18段ですね。ここまで来て最後の1目を減らしたところです。ですので減らしたら32目、32目、右も左も残っている状態ですので、肩先までトータル54段まで編んでいきたいと思います。はい、後ろ襟ぐりと肩の引き返しの部分の説明をしていきたいと思います。今後ろ身ごろの肩先まで来ました。反対側ですけどね、糸端はここまで来てると思ってください。右側のでこれをですね、ここのところの計算をしていきます。まず後ろ襟下がりは2センチでした。これ6段にします。で肩下がりは3センチですので8段になります。つまり後ろ襟下がりは6段で肩下がりは8段。肩の引き返しを先に2段やって、その後に後ろの襟ぐりの減らしをしていくということになります。で目数は最終的には14目ですね。こっちも14目中心から減った状態で終了するということです。でここは角から2センチの丸みをしましたので3目減らすということにします。ということはここの平らが11目ですね。3目と11目で14目に最終的に減るということになります。この部分を目数と段数にして表したのがここになります。中心から最終的には襟ぐりが14目減ります。ここも同じなんですけども、そのうちの11目が平ら
でここは2段ごとに2目減らし、2段ごとに1目減らしのここは3目襟ぐりで減っていくということになります。それで肩の引き返しから先に2段やった後に襟ぐりを減らしていくっていうことですね。糸の流れ的には今糸端はここにあるんですけども、襟ぐりを減らさずに2段編みます、ね、でその時にここの肩の引き返しを先に始めるということですね。でこうやってきた時にここでここの計算のように2目減らす。で肩の引き返しで引き続きやっていき、また1往復したら1目減らす。で引き返しをしながらまずこちらを編んでいくということですね。この部分を、この三角形の部分を編んで、それでこちらの方を後でまた編んでいくということになります。で引き返しというのは今キャリージがこちらにあるんですけども、キャリージの内側からではないとできないので、左の方から先に始めるということになりますね。肩の引き返しの計算をします。8段で18目の引き返しをしていくということになりますので、2段ごとの引き返し、8段を2段ごとに引き返しということは、この黒丸ポチポチポチというのがですね、この18目の間に4箇所引き返しをするところがあるということです。ですのでここに4箇所引き返すところがあるということは、この18を5で割ってますね。で44433という数字で全部で18目というふうになりますので、はじめ3ずつ出して2回、その後4目を3回出すというふうに覚えておいてください。はい、まずキャリージですけれども、平編みだったレバーを引き返しにしてください。で先にこちらを3目出します。今編まれた糸ですね。これは端から3本目の下にくぐらせて、この2本は上に乗ってます。でこちらも3本出しましたので、編まれなかった針ですね、これだけを1本だけ下をくぐらせて、あとは上ということになります。はい、今ここで右も左も肩の引き返しを1往復2段やったところですね。で次に襟ぐりの後ろ襟ぐりの減らしをしながら右側だけ肩の引き返しをやっていくという作業になっていきます。で今ここなんですけれども、どの目を編めばいいかと言いますと、ここからここまでですね。つまり右の端っこからですと18足す3、中心から11、ここ出すと12目のところですね。11残しますのでね、12目のところから右の端っこまで、こっちは針出してますけれども、一応数的にはこのようにして編んでいくということになります。でこちらはもう全く編みませんので、全部針を出して編めない位置に針を持っていっておきます。はい、ここが中心から11目で、左は全部編みませんので針を出していきます。で1段編みましたら、ここですね、ここ3目最終的には減らして14目まで襟ぐりが減らされた状態にしておきたいと思いますので、1段編みましたらここを2目減らしたいと思います。はい、2目減らしますので、端から2番目を端に持ってきてかけて、1目減らし、もう1目は端ですね。で先ほど袖ぐりの減らしの時にはこう出しましたけども、ここまでね出すと引き返し編みになってますが、これ編めない状態になります。
ですので編める位置まで、この位置まで針を戻してください。ここは2段ごとにまた3目刺すことになります。ここにちょっと重りがしっかりかかってないと今みたいにちょっと編めない状態になってきますので気をつけてください。で1本だけ下をくぐらせ、あと全部上ですね。はい、そしたらここはまた1目ですから、はい、1目の場合は重ねとくだけですね。でこの辺までしておきましょう。こっち引き返しは4でしたので4出します。襟ぐりはもう減らす必要はないです。はい、これでここからここまでの肩の目数は18目で段消しと言いまして、全部これ編みます。この引き返しの目があるんですね。でこれを1目にしてしまいます。ですので編まれる位置まで針を戻します。これがもともと編まれますのでね。でこれで一段編みましたら、こちらの肩の引き返しと襟ぐりの減らしは終わったということになります。でこれを捨て編みをして終わっておきます。で糸は後で肩をこの糸で剥ぎたいと思いますので、肩を剥げる分だけ、ここの3、4倍あれば大丈夫だと思いますので、切って捨て編みをしましょう。でこれでこちらは編み落として、はい、終了ですね。はい、次なんですけれども、ここの平らの11目11目がちょっと邪魔です。でそのために先に捨て編みをこの11目11目を捨て編みをしたいんですけど、後で背中の中心が分かるようにしておきたいので、ここで糸印をつけておきます。ですね、これぐらい10センチぐらい切って背中の中心ですね、目と目の間になりますけども、でこれが背中の中心ですね。でまた捨て編みをします。でそうしましたら今度は左側の肩だけが残っていますけども、じゃあこれはどこからどのように始めればいいのかということですね。先ほどどこで終わってたかと言いますと、3目出して1回だけ引き返しをやったところで終わっていますので、今度2回目の引き返しから入りたいと思いますので、元の3目と新しくまた3目を出して6目ここが出た状態、あとはこれは編める位置で編んでいきたいと思います。2段編みましたら襟ぐりの減らしを2目、2段編みましたら襟ぐりの減らしを1目、引き返しは先のリズムと同じようにして減らしていきます。2、4、6、ここ編める位置まで戻してまして、2、4、6は針を出してますね。はい、2目減らします。はい、あとこちら4目ずつでしたね。でここまでもう1目。でまた4目でもうこちら減らしはないです。で4目残ってる状態ですけど、あと1往復。
はい、これでこちらの引き返しが終わりましたので段消しをするんですけれども、この場合にはもう全部ここ編みたいんですね。でそのためにはここ平編みにすれば出てる針も出てない針も全て編めます。はい、これで先ほどのように捨て編みをして終わりにしてください。